皆さんこんにちは、ガジェログです。Xiaomi から Xiaomi Watch S1 Active というスマートウォッチが発表されました。3月18日に発売するということも発表されています。では実際どんなスペックになっているのでしょうか。非常に楽しみですね。では早速本日も見ていきたいと思います。では行ってみましょう。では細かく見ていきたいと思います。ディスプレイですね。大きな画面により鮮明で詳細な表示とあります。1.43 インチのアモレッドディスプレイにスムーズかつカラフルに表示しますとありますね。そしてやはり常時オンディスプレイは時刻の確認に便利ですとありますので、今この表示されている写真が常時オンディスプレイ AOD かはちょっと分かりませんけども、このようにね表示されるのであれば情報量としては結構十分かなと思います。その代わりバッテリーの消費がきっと早いと思います。そして美しいメタルベゼル、軽量で快適とあります。重量に関しましては重さわずか 36.3g になっていますので、これもほどほどな重さですね。バンドをあとどういう種類に付け替えるかによってだいぶ重さっていうのは変わってきますけども、だいたい 50g かなという感じなところでしょうかね。そしてカラーリングに関しましては、正式名称としては白はムーンホワイト、そしてブルーはオーシャンブルー、そしてブラックに関してはスペースブラックになっています。注意点としましては、ホワイトのみストラップがシリコン製になっているということです。そしてこのブルーとブラックに関しましては TPU 製になっています。これがどういう付け具合が変わるのかに関してはちょっとわからないですね。でもシリコン製であれば相当肌触りがいいのかなという気はしますけども、 TPU だとどうなんでしょう。ちょっと硬いんでしょうかね。これもちょっと実際装着してみないとわからないっていうのが正直なところです。そしてですね、さらに他のカラーをご希望の場合でも問題ありませんとあります。ストラップに関しては3色の素敵なオプションを追加してあると。これは別売りですよとありますね。イエロー、オレンジ、グリーンですね。これは本当に元気な感じになりますね。ではウォッチフェイスに関してですけども、200種類以上ありますよとあります。サンプルが今出ていますけど、どんなのがあるのか見ていきたいと思いますけども、こういうデジタルチックなもの、これもそうですね。そしてワークアウト専用みたいな文字盤もありますし、こういったアナログタイプのものもあります。そして機械時計みたいなものもあります。スポーツ愛好家の皆さんのためにデザインしましたとあります。117種類のフィットネスモード、心ゆくまでワークアウトをお楽しみください。ワークアウト中ですね、心拍数、平均ペース、消費カロリーなど主要なデータポイントをより正確にモニタリング分析し、ワークアウトの効率を高めますとありますので、先ほどありましたけども、新しいセンサーによって、より詳細なねモニタリングができるということを謳っています。そしてワークアウトの一部になりますけども、このような種類のワークアウトに対応しているということです。そして防水に関しましては GoATM 防水、水泳対応ありますので、この水泳対応になっているのはいいですね。ただプールによってはですね、こういったスマートウォッチつけちゃいけませんよっていうところもありますので、そこは要注意になります。そしてワンクリックでお気に入りのスポーツモードにアクセスとありますね。設定をカスタマイズしてスポーツボタンをワンクリックするだけでお気に入りのスポーツモードにアクセスできます。いいですね。そしてさらにトレッドミル、屋外ランニングやウォーキングの自動検出もサポートとありますので、これは嬉しい機能が搭載されています。そしてデュアルバンドマルチシステム GPS になっています。5つの主要な衛星測位システムに対応しています。 GPS、そしてベイドウ、これ中国ですね。でグロナスロシア、そしてガリレオヨーロッパですね。そして QZSS、 これは日本導きに対応ということですので、5種類対応しているということと、そして何といっても導きに対応しているということであれば申し分ない測位が得られると思いますので、これも嬉しいですね。バッテリーに関してですけども、もうバッテリーの心配がなくなりますとありますけども、容量はですね、大容量バッテリー 470mAh でした。そして低消費電力の AI アルゴリズムによってバッテリー低下の心配がなくなりましたとありましたね。そして充電方式に関しては、このアクティブはですね、この専用のマグネット充電ケーブルを使う形になります。そしてフル充電までは 2.5 時間ってことですので、普通かなという感じですね。通常モードの使用でありましたら12日間バッテリーが持ちます。節約モードだと倍の24時間。そして GPS モードであると30時間しか持ちません。でも30時間ね、ずっと走りっぱなしっていうこともないと思いますので、これは十分かなと思います。そして Bluetooth の通話、両手を開放とありますね。内蔵マイクとスピーカーによって Bluetooth の通話に対応しました。屋外でのランニング中や電話を取り出しにくい時にもウォッチをワンタップして着信に応答また拒否することができます。
でもこれは嬉しいですね。やっぱりついているんであれば、ここで応答してまたスマホに切り替えるということもできると思うので、これはありがたい機能ですね。そして緊急事態に直面しても慌てる必要はありませんとありますけど、通話対応しているモデルにありがちなんですけども、ここですね、スポーツって書いてあるところ、右下にあるサイドボタンを3回連続タップして緊急連絡先に素早くダイヤルできますとありますね。ですので、もし何かトラブルがあってすぐに誰かに電話したいという時に、ここを3回ポンポンポンと押せば、その登録してある電話番号にすぐに発信することができるということになります。この機能が動作するには緊急連絡先をアプリに設定しておく必要があるということですので、家族とかにね、電話すぐつながるようにしておくとか、もしくはちょっと危険ですけど110番を登録しておくとかね、できるのかもしれませんね。ではモニタリング系の詳細の情報です。24時間の心拍数モニタリングに対応。ここですね、マルチチャネル PPG バイオセンサーというのが今回採用されています。これはですね、アップグレードされたハードウェアとアルゴリズムにより、センサーはトレイルランニングやサイクリングなどの高強度スポーツを行っている時でも正確に心拍数をモニタリングし、心拍数が高すぎる場合は通知しますとありますね。そして30日以前の安静時心拍数曲線を自動的に保存し、エクササイズで得られる健康増進を継続的に追跡しますとあります。新しいセンサー積んでいるということですので、よりね、詳細でより詳しく分析することが可能になっています。ここの部分の機能に関してですね、異常な心拍数アラートは、スマートバンドでもね、こういうの採用してありますので、これは普通ですね。そしてなんといっても今回大々的にね歌っていますけども、一日中血中酸素レベル測定が可能になっています。 SpO2 の測定になりますね。一日中利用できる血中酸素レベル測定をサポートするために新しくアップグレードされました。測定間隔はニーズに合わせて設定できますとありますけども、まずこれはですね、手動で有効にする必要があるということです。そして30分に1回に設定されていますので、もし10分に1回に調整したい場合はご自分で変更するということになります。デフォルトでは30分に1回ということになっています。これはファーウェイとかですね、24時間モニタリングやっているので、そのあたり対抗してきたのかなという感じです。そして次は睡眠モニタリングに関してです。より詳細になっているということですね。精度がすごい 35% 向上しているということになります。そして夜間の長時間睡眠と日中の断続的な昼寝のモニタリングに対応しています。そして様々な段階の睡眠パターンを記録し、より快適な睡眠を得られるよう習慣を改善するということになっています。そしてストレスをためないように一緒に呼吸しましょう。ストレス検出、これは今までもねついていましたね。そして呼吸エクササイズもついています。マインドフルネスとかねやる方はいいんじゃないかなと思います。その他の機能としては健康指標、そして女性の健康ですね、月経周期などそういったものも対応しているということになります。ペアリングするアプリに関しましては最近名前が変わりましたけども MiFitness になります。これ以前はですね Xiaomi Wear という名前になっていたんですが、3月の中頃に名称が変更されたというかアップグレードされて名称がいきなり変わっていたのでびっくりしましたけども MiFitness になっていますのでご注意ください。そしてこの MiFitness と連携できるものとしてはストラバと Apple Health になっています。これ私レドミースマートバンドプロで確認した部分になりますけども Android と連携した場合はストラバと連携することができますので、このモッチでですねワークアウトした情報は全てストラバに飛ばすことができるということになります。そして iPhone と連携している方は Apple Health とストラバに連携することができます。注意点ですけどもデバイスを直接ストラバアプリに接続することはできませんとありますね。でもう一つちょい目玉かなと思いますのはAlexa による音声アシスタントに対応しています。ですので何かボタンを押して起動させるのかちょっと分かりませんけども、天気を調べたりアラームを設定したり自宅のスマートアプライアンスをリモートコントロールするなどができます。すべてあれに依頼するだけですとありますね。ではちょっと面積事項と書いてありますけども大事なところをちょっと説明してみたいと思います。まず常時オンディスプレイですね。時刻の常時オンディスプレイがサポートされていますけども、この機能を有効にするとバッテリー持続時
時間に大きな影響がありますと、おそらく1日あたり 25% ぐらい減っていくのかなという気がします。そして防水に関しての情報ですけども、最近多いですけどね、熱いシャワー、サウナ、ダイビングで使用することはできませんとありますので、今流行っていますけども、サウナでは使用することはできないっていうことになりますので、ご注意ください。なぜかというと、パッキンとかですね、防水用のパッキンのゴムとかが柔らかくなってしまって浸水する可能性があると思いますので、これはできないってことですね。では使用についてざっと見ていきたいと思いますけど、サイズに関してはこうなっています。衛生測位システムはね、先ほどご説明しましたが5種類に対応しています。フレームはガラス繊維強化ポリアミドになっています。バッテリー容量は 470mAh、 そしてディスプレイの解像度は 466×466 ですので、かなり綺麗ですね。そしてシステム言語に関しては当然ながら日本語に対応しています。そしてワイヤレス接続ですね。Wi-Fi に関しましては 2.4GHz 帯のみになりますので、5GHz 帯は対応していません。Bluetooth は 5.2 に対応しています。これいいですね。そしてパッケージ内容はこの通りになっています。では価格に関して見ていきたいと思いますけども、日本のXiaomiの公式サイトになりますが、今 5% 割引されているようなんですね。その場合は 21,831 円になっています。各カラーね、もちろん同じ値段になっていますけども、5% 引きでね、2万円ちょっとってことになりますので、今この前のモデルだと思いますが、Mi Watch ですね、初代のモデルになりますけども、それがだいたい Amazon で 12,000 円前後でしょうか、そのあたりで売られています。それよりもだいぶスペックアップしていますので、今までそれを使っていた方に関しては乗り換えてもいいのかなという気もしますね。そして初めて買う方はどっちがいいかって言ったら、やっぱりもうこちらのモデルにしといた方がいいんじゃないかなと思われます。はい。というわけで今回 Xiaomi Watch S1 Active をご紹介しました。いよいよ出てきましたね。Xiaomi Watch S1 はかなり高級モデルになっていますので、3万円以上の価格ですので、1万円ちょっとのね、価格差があります。少しね、お金の余裕がある方はそちらもいいんじゃないかなと思いますけども、これから暖かくなる季節、夏に向けて、汗ばむ季節になっていますので、レザーベルトですね、S1 に関してはついていますが、もう一本ね、おまけでストラップがついているということですけども、運動重視の方はもうこちら一択でいいんじゃないかなと思います。ファーウェイウォッチ GT ランナーのモデル、今までご紹介しましたけども、これも結構な対抗馬になるかなと思われます。こういったシャオミやファーウェイがだんだんこういうスポーツウォッチ系に力を入れてるっていうのが分かりますので、対ガーミンっていう感じでしょうかね。そちらもうかうかしてられないような状況になってきてると思いますね。では今回は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。ではこれがですね、目玉かなと思いますけども、個人的に最も嬉しい部分ですね。マスターカードによる NFC のキャッシュレス決済対応になっています。これはすごいですね。マスターカード決済デバイスをタップするだけでキャッシュレスな非接触での支払いが可能になっています。わざわざこれ日本語のサイトになりますので、普通に日本で買い物ができるのでなければ載せてこないと思いますので、おそらくコンビニ等ですね、いろんなショップで、いわゆるクレジットカード決済の非接触のものですね。ビザタッチとかもありますけども、そういったものに対応していると思われます。この画面を見てみますと、どういう形で決済するかはちょっとわからないですね。その決済する前のアクションとして画面を点灯させる必要があるのか、もしくは画面点灯なしでただかざすだけで決済できるのか、ちょっとわからないんですけども、ただここに書いてあることとしては決済デバイスをタップするだけでってあるので、どうなんでしょうね。画面の中から呼び出しておいて、それを選んでおくっていう必要がもしかしたらあるのかもしれませんね。なので画面点灯しないと決済できないのかもしれません。確かに点灯しない状態でスキミングされてしまいますのでね、やっぱり自分でちゃんと押してっていう形になるのかなという感じですね。めちゃくちゃこれ嬉しいですね。いよいよ Apple Watch とかね、Fitbit とかそういったもの以外にも、Garmin とかもそうですけども、そういったもの以外にもだんだんこういうのが採用されてくるのかなと思われます。と考えますと、おそらくビザタッチとかもね、その後はだんだん対応してくるのかもしれませんね。今年はちょっと面白くなりそうですね、こういったあたりでも。